僕たちの仕事ですね。まあホストとはまあお前遅刻してきたの？もう帰っていいよマジで。ありえない普通に帰っていいよマジで帰っていいよ。ローランドと一緒にやってる人じゃないんですよ。もう俺が多分もうホストの人って思われてないんですよ、そもそもが。ああなるほど。打ち合わせとか本来やるんですけど、この出演者でもう俺クラスになるとやんないんですよ。もうめんどくさいんでめんどくさいって思っちゃうけど、率直に申し上げるとその自分の仕事の相談というか、いやマジでこの取れ高いらないっすマジでいらないです。これ段取りを言うと、はい、まず10分から15分したらこの街に似合ってないこんなスーツでめちゃくちゃ怪しいっすよ普通に考えて。今月をもって対面をさせていただく運びとなりました。皆様にはね新しいたすきを渡すことになりますけども、引き続きグループの発展と各々の成長を目標に頑張っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます。よいしょ。よう話したね。え？よう話したね。いや僕最後に乗ったのが黒瀬君のレクサスだったから、ちょっとレクサス探してたら、車変えてるかもしれないなと思って。孫さんがボルボ買ったタイミングで買いましたよ。ここ本当は千葉公園な撮れたら面白いんですけどね。ここ千葉公園。ここ家族で行きたいですよ。孫さんこう、まあ、ちょっと遠いか遠いな。黒崎さんじゃなくて家族で来た方がいい？ここはね、千葉公園は、はい、結構来てるんですか？じゃあここは。来てますよ。ここですね。これ結構階ですね。いいとこ100億ですかねこれ。具体的に何だ？競輪です。この間オリンピックやったじゃないですかパリで。はいはい。オリンピック種目なんですよ競輪ってそもそも。まあサイクルですもんね。そう、でそれの解説に呼んでいただいてるんですよ。なぜか俺がじゃあこれ水商売界初っすよ。ナイトワーク界隈でいないんで俺がやってる人。前大阪ほらこう言ったじゃないですか講演会。はい、あの時のほら俺自己紹介の時に、俺ギャンブルで借金したっていう話したじゃないですか。でそれが多分認知されて、でそこですごいやけくそになっちゃって、よくあるあるの話になっちゃうんですけど、そのいわゆる賭け事ですね、ギャンブルに手を染めてしまったんですね。もうちょっと前からやってたんですけど、だからそのギャンブルの人みたいになってるんですよ俺今。よくも悪くも。後で場内見ますけども、こういう感じでこの間ほらオリンピックパリでやった日本代表の出てる方の自転車ですね。これ2000万ぐらいしますかねこういうの。マジですごいですよナショナルチームの。そうお疲れ様です。ここの土地山所長ですね。一番責任者の方です。はい。はじめまして、よろしくお願いします。こういう感じで、いやすごいですよマジで。これねすごいんですよ演出。こうモニターあるんですかでかいの。これ始まれば分かるんですけどすごいんですよ音響とかあれが。表彰式ほらやってたんですよクラブで。あれじゃなくてここでやったんですよ。ある実況とかもできるので、実況の人とかアナウンサーとかあれしてバーっておっしゃったキャストとか出してきて、ここで表彰式があったんですよ。で一般観覧こうやって座れるじゃないですか。ここでやりたかったんです本当は。俺貸してください許可出てたんですよ。だから社長に「いやここでやりましょうよ」って言ったんですけど、なぜかオンラインになったんですよ。なぜかこの凄さを孫さんに伝えたいんですよね。この角度が一番すごいとこは
ディズニーランドのスプラッシュマウンテンでしたっけの角度と一緒です。あれ孫さんマジで登れないです。行ってきますマジで。孫さん上がってみてください。登れないからマジで。ほらもう上がれないんですよこれ。いやこれはちょっと危ない。そうそう危ないです危ないですよ。もう90度じゃんもうもはや。ここでこれを自転車で走って70キロぐらいで。オリンピックの競技だからこれが。いいよ今飲んでいい人だって別にそれ込みの場所だから。はい、すごい楽しみ方ですね。じゃあそう楽しみ方ですもんだって。まあちょっと休憩しましょうよそんな。今日はねデートをたくさんのイベントがありますのでぜひとも一緒に楽しんでいければと思っております。まあ孫さんもこの時間からビール飲むようになっちゃったか。これが楽しみだと言ったから。いやそうこれが楽しみですよ。これがね。そのこの仕事ができた流れって何ですか。どうだろう。もともと俺がオートレースっていうバイクの公営競技があるんですよギャンブルね。そのオートレースっていう方の公営競技の解説は出たことあるんですよ。出てたんですよ。それはなんで出れたんですか。それは僕がほら前ローランドショーでも言いましたけどバイクの選手を目指してたからホスト辞めた後に。で選手になれなかったんですよ当時。でなれなくてでも好きじゃないですか。で俺ギャンブルで借金したじゃないですかとにかく。でまあ俺結構かけるんですよそこそこ。だからまあ有名になってるじゃないですかだんだん。でオートレースの方の解説に呼ばれたんですよ選手と仲いいから僕が。だから一応こういう掛け事界隈では俺多分まあまあ有名ですよね多分。でもオートはもう多分有名ですよね。はいメディアに関して目立ちたいんだったら多分俺と一緒に組むのは違うのかなっていう。オートレース関係だけは、まあ、公営競技なので依頼が来たりとかも実際あったのでそこはどうしてもちょっと入りたいな、まあ、ちっちゃい頃の夢でもあったので。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いしますよ。夜の街の人間だからもっとこう警戒されるんじゃないですか。公営競技界隈からのそのお客様とかからしたら俺が多分もうホストの人って思われてないんですよそもそもが。なるほどね。はい、もう黒崎店長みたいな感じでできちゃってるんですよ。その掛け事の人みたいになっちゃってるから。なるほど。まあ一つのキャラクターになった。キャラクターになっちゃってるんですよ。よくも悪くも孫さんのせいで。よくも悪くもね。黒崎さんきっかけでお店の若いスタッフさんも来ていただいて結構みんな楽しいって喜んでいただいているのでなんかこういうのが黒崎さんきっかけで発生してくるとすごい。だからこういうその公営競技をやる好きなお客様が店に来たこともあるんで、はい、だから結局こういうのってその順位を争うのに熱中してお金をかけるじゃないですか。ホストクラブも結局ナンバー争いっていう、ね、キャストがこうね順位を争っていくことにお客様がこう指名してお金払って盛り上がっていくっていうベースは似てますよね。だからホストクラブに来てお金を使うお客様の心理も理解できる俺は。自分が逆側でやるから。飲みますおかわりもう一杯。いらない。飲んだらいいんじゃないですかもう。飲んじゃったらいいよもう関係ないです孫さんもう。飲んじゃった方がねボルテージ上がるよ。所長ここで大丈夫ですか。じゃあここ控室なんですよ。まあこういう感じでまあ水を飲んじゃってくださいよ。持ってってもらって大丈夫。打ち合わせとか本来やるんですけどこの出演者でもう俺クラスになるとやんないんですよもうめんどくさいんでめんどくさいって思っちゃうけどもう分かるんでもう見る必要ないんでこんなの。それをちゃんとはいまあ一応形式上はいこうやんなきゃいけないんですけどでちょっと本番前にねこういうすげえ。はいこれもう俺のねこれ非売品ですか。俺の非売品ですこれご自身で作った。お客さんに店に来るお客さんに作ってもらいましたくれたんですよ欲しい。お店に来てる人お願いします。じゃあこれからさっき言ったように今日のメインのねこういう感じで解説やるので、はい。じゃあすいません今日もよろしくお願いします。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 お願いします。高野です。僕はいつもほら見てる側なんで存じ上げてるんですけども、はいよろしくお願いします。はいします。じゃあ今日もサクッとやってやりますよ。
前回と全く同じですやること。プロにお任せを。僕の足が嬉しそうな。俺よりドキドキしてんじゃないですか。ドキドキしちゃう。いやドキドキさせるの得意なんだけど。かっこいいのはそうかっこいいって人によって定義が違うからあれなんだけど、まあ、かっこいいってもう最近ローランドショーのおかげでもうなんかみんなにおはようって言われるぐらい言われる。さあ始まりましたピスト6解説番組。本日は初日では一次予選が行われます。さあそしてゲストに黒崎店長お越しいただきました、いい香り。あと歯が白いです真っ白自身の YouTube の撮影でティップスタードーム千葉を訪れてからピスト6の虜に、そしてピスト6払い戻しランキングにおいてたびたび上位に名前が挙がっております。さあでは早速第1レースのメンバーをご紹介していきましょう。今まさに予想してるんですか？そうです。黒崎さんの関連は黒崎さんのまんまかけてみたいけどな。この後多分出ると思うんで。はいもうこれ241です。241、はい1点で、もうやっぱまあこれでまず数字消してもらって、こうやってポイントが不足しているので。不足したら1万円いや大丈夫です。いやでも見方がわからない。とにかくこの後のレースでこの数字通りに選手が入ればっていう感じですね。あ、やっぱ他にかけると全然違うな見方が。そうそう、まあ集中しますよね確かに。前出て5番か5番か5番。おい5番前だったらダメ5番ダメいや1が生きて3が4あ4がダメ1であそうだねしっかりしてる大丈夫です。マジかあ135あたり。 135 135でもね安い。安い800円今800円だった。ちょっとだからマイナスになっちゃった。僕いくらで2200円かけてはい800円ってこと俺の1400円なるほど。はじゃあしてみますか会場で。い。会場了解です。でも先週紹介とかよくわかりますもんね。そうですね。いやーなんかもう楽しみ方が分かりました。わあ気づいたわ。マジ？ 1がいけば。やばい。これはやばい。いいよ。黒崎さん。孫さんが全然戻ってこないところは多分俺の面白い取れ高が場内とかであったと思うんですよ多分。普通にかけてました。全負けしてます今。いや一番安いとこですからね。2.2倍。え？正解はされてましたが、ものともせずと。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったです。お疲れ様でした。黒さんこれ2回目2回目です今日で。 2回目なのにこんなあれで慣れ慣れしいですか？まあそうですね。この競輪業界だと多分まあ有名なんですよ僕一応こう見えて。あとその関係者の方の間で有名なので。はい。で今力入れてるからだから競馬とか出来上がってたじゃないですか JRA が。だからこれ出来上がってないから入り込めるんですよ。案件的にも再生数もね伸びますよね。あれがあれまあ孫さんはね掛け事やんねえから興味わかんないけどねいざあれこれはね必ず大きな産業になるんですよ。あれ
なんで？どういうこと？鍵はどこにあります鍵か？車の中ですね。そんなことある？なんでだ、ちょっと待ってさい。そんなことある？鍵を車のベンツにスクラスなんですけど、鍵を、カバンの中に入れてて、でインドックになっちゃったんですよ、なぜか。これってどうすればいいですかね。アプリで開かなかったら、鍵屋を呼ぶしかないんでそんなことあります？マジで。これ最悪電車でもいいですか？いいんじゃないですか、全然。スノさん電車であります？いや、あります。お金はありますよ。最後ゴーペイゴータクシーもあるから大丈夫ですよ、いくらでも。めちゃくちゃ時間かかりますよね、そうすると。段取りを言うと、はい、まず10分から15分したら、保険、この車の保険会社から連絡来るんですよ。はい、でその鍵を開けてもらうのに、はい、多分これぐらいでここ着きますよっていうのが10分から15分に来るんですよ。はい、で多分どんな早くても1時間待つと、はい、絶対。はい。今日はこんなハプニングなくてほしかったな。話したいこといっぱいあるのに。はい、じゃあスターバックス行きましょう。あるんですか？公園のとこに。でいいですか、歩いてでも。俺今までこんだけ車乗ってて初めてになりましたよ。ですね。いや気をつけよう、マジで次から。なんか何も持ってないとめっちゃ寂しく見えますね。だからこれがあるだけでまだよかったですよね。今の冷静になったらこれなかったらどうしてたんだろう俺。しかも孫さんいなかったら。だって金もないんですよ、俺1円も。だって貸してくださいって言うしかないじゃないですか。だからいやこの年になってこのスーツ着て。ね、怪しくないですか？この格好似合わないね。この街に似合ってないこんなスーツで。めちゃくちゃ怪しいっすよ、普通に考えて。おお、本当だ。6時からイニシャルそうっす。わ、間に合わない。間に合わないっすよ。マジで遠いんで。手だと多分タクシーもいつ来るか分からないから。ちょっと部屋に来た。もしもし。わかりました。じゃあちょっと電話いただけますか、着いたら。すみません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい。めちゃくちゃたまたま近くにいたらしいです。たまたま業者が出払ってて、偶然超近くにいたらしいです。なんで間に合いますね、これ。間に合っちゃいますね。よかった。来ましたか。もしもし。はい。ちゃんと取れたか作ってくれてありがとうございます。いやマジでこの取れ高いらないっす。マジでいらないです、これ。最高。ちょっと作業の方だけやっちゃいますね。これすぐ開くもんすか？車によって難易度が変わってくるのでそうなんですよ。見えないんですけど。難易度あるんだ。開けました？あ、でも、はい電子で開かねえな、これなんでだ。もしかしたら一回鍵自体を取ってエンジンかけないとダメかもしれないです。かかんねえな。なんでだ。なんでかかんねえんだ。キーを認識できませんって出ますね。もしかしてこれ鍵のバッテリーが上がってんじゃない？鍵のバッテリーがなくなっそのパターンですか？かもしれないです。開いたのに。一回つけちゃいます。やばいやばい。でもこっちは開くな。これで今もう一回やってもらってもいいですか？一回はいこれも外出してからで。でこうじゃないですか。かかった。
なんだろう今の。もしかしたらずっと鍵中にあったけど鍵ないって判定になってたあーので、一なるほど回離さないとダメだったのかもしれないです。わかりました。じゃあこれ、後ろあ、そうです。じゃあこれで。まあまあきっかけはそこですね。多分最後のきっかけは。今月をもって来年をさせていただくことになりました。まあついていきたいって言ってくれる子に関してはやっぱ全員全力で全動は見てあげたいですよね。これは俺の中では絶対に譲れないとこです。1年ぐらい知り合いになって経つんですけど、そうなんですはい、やっぱ未だに緊張しますね。率直に申し上げると、自分の仕事の相談というか、